皆さんこんにちは。今回はアニメ地球の運動についてののばくさんを作ってみたのだ。試しに1話を見てみたら面白くて一気に見てしまったのだ。まだ見ていない方は異端扱いされる前にぜひ見てほしいのだ。それでは早速作っていくのだ。まずは頭の骨を意識してざっくりと形を整える。のばくさんは目が特徴的なのでそこら辺に気を使っていたのだ。一旦色を塗ってヒゲのイメージを膨らませる。髪の毛はヘアアシステムを使って作る予定なのだけど、手にあげるから許して。一旦スフィアで大まかな形を作るのだ。ヒゲのないのばくさんじゃ迫力がなくてダメなのだ。髪をもう少しいじる。次は髪を生やしていくのだけれど、ここで簡単にヘアシステムの使い方をご紹介するのだ。髪の毛を生やしたいオブジェクトを選択してシフト A のカーブからエンプティヘアを追加。元のオブジェクトは UV 展開しておく必要があります。カーブを選択してタブスカルプトに移動。アドブラシまたはデンシティブラシで髪を生やせます。次はアセットブラウザのエッセンシャルヘアの項目を開きます。ここのアセットを使ってカスタマイズするのが基本となります。レンダータブのカーブスからストリックに変更します。こうしないとセットヘアカーブプロフィールで髪の太さを調整するのに確認ができません。またサブディビジョンも1か2に変更すると滑らかになります。コームブラシで形を変えたりスライドブラシで位置を動かしたりして髪の毛を作っていくのだ。髪の毛に関してはこちらの方の動画が大変参考になりました。のばくさんの髪の動きなどもこの方の動画を参考に作ってみました。クワッドリメッシャーを使ってローポリか髪の毛を生やす部分以外は消しちゃう。セットヘアカーブプロフィール髪の太さを調整。デュプリケイト複製クランプ髪を束にしてくれる。フリズヘアカーブクセッケチリチリヘアにしてくれるのだ。少しパラメーターをいじったらどんどん生やしていくのだ。いつもなら電子ブラシで一気に生やしてしまうのだけれど1本ずつ丁寧に生やしているのだ。コームグロースライドブラシで調整するよ。ライトサイドレフトサイドなどとある程度のまとまりごとにオブジェクトを分けているのだ。ここはオブジェクトを複製からのスライドブラシコームブラシを使っているよ。バックサイド生え際あとはスカスカな部分を埋めていくのだ。おひげを生やすのだ。ひげも基本的には髪の毛と同じ。ただデュプリケイトではなくインターポレイトノードで髪の毛を複製したのだけれどアニメーションがうまくいかなかったため最終的にはデュプリケイトに変更したのだ。お眉毛も同じなのだ。
お体、最初録画を忘れていたのだ。今回体はほとんど映らないので早送りします。マントはローポリで無理やり引っ張って形を作っているのだ。ハイポリにしてごちゃごちゃ作るよりローポリのままの方が魅力的すぎる。ここからは細かな調整をしていくのだ。シワが少し過剰でお年を召しているように見えたので修正。今回はリトポしていないので頂点ペイントで塗っています。服のシワ、今回はフォースフィールドのウィンドウを使って紙を動かしてみました。普段あまり物理シミュレーションを使っていないのでレンダリングしてはなんか違うが続いてからかったのだ。オープニングに出てくるかっこいいイノバクさんをイメージして作ったのですが、満足半分、悔しさ半分くらいです。マントはボーンを入れたけど普通に風で動かせばいいことに気づいて後で変えています。色や動きの調整や単純な失敗で何度もレンダリングしていました。でもそれは無意味を意味しないのだ。ということでそろそろ完成なのだ。せっかくなので17テイク全部見てほしいのだ。最終的には明るさを落としてみました。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンをお願いします。さようなら。